はい、皆さんこんにちは。ゲームニュース東京ブレイキングニュースお時間です。本日は2025年10月14日火曜日のベイリーニュースをお届けします。キャスターの琴音です。そしてレンです。琴音さん、今日も取れたてのゲーム情報たくさん届いていますね。特にスクエアエニックスからまたビッグニュースが飛び込んできたみたいですよ。そうなんです。今日のトップニュースはやはりディシディア・デュエルム・ファイナルファンタジーの発表ですよね。ファイナルファンタジーシリーズのキャラクターたちがなんと現代の東京を舞台に3対3のチームバトルを繰り広げるんですって。クラウドが現代衣装になっているという情報もあって、これはファンにはたまらないんじゃないでしょうか。現代の東京で FF キャラが戦うなんて想像しただけでワクワクしますね。しかもただの対戦バトルではなく、魔物も入り乱れる中で相手チームより早く巨大ボスを討伐するボス討伐型チームバトルというジャンルも新しい。片手で遊べるシンプルな操作で美麗なセルルックのアクションが楽しめるそうですよ。しかもフルボイスのメインストーリーに加えてキャラクターたちの日常が垣間見られるショートエピソードもあるなんて、もう期待しかないですよね。さらにアビリティのイラストは豪華クリエイター陣による書き下ろしが多数登場するとのこと。これはコレクションも楽しめそうです。そしてこのビッグタイトル、早くもクローズドベータテストの参加者募集を開始しています。募集期間は10月28日まで、開催期間は11月7日から11月14日までで、プライできるのは毎日17時から22時59分までとなっています。正式サービスは2026年予定で、基本プレイ無料のアイテム課金型とのことです。これは要チェックですね。さてお次はバンダイナムコエンターテイメントのスマートフォン向けアプリ SD ガンダム G ジェネレーションエーターナルがリリース5ヶ月で世界累計収益約295億円を突破したとのこと。モバイルターン制タクティクスゲームの収益では2位と7倍以上の差をつけて堂々のトップだそうですよ。すごいですね。295億円。 G ジェネレーターナルは2025年4月16日にリリースされてから日本だけでなく香港や台湾などのアジア市場で特に高い人気を誇っているそうです。日本国内では40代を中心に幅広い層に支持されているのも特徴ですね。安定した収益の伸びはまさに驚異的と言えるでしょう。続いてはレベル5さんの情報です。育成サッカー RPG 稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロードの公式番組発売直前稲妻イレブン特別公式配信番組稲大が10月21日22時より配信されるそうです。稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロードは11月14日発売予定なので、まさに発売直前のスペシャル番組ですね。ストーリーモード、クロニクルモード、対戦の3要素を中心にゲームの魅力を凝縮して紹介してくれるとのこと。これは見逃せませんね。懐かしの DS ゲームが Steam で復活というニュースも届いていますよ。任天堂 DS で発売されたサバイバルホラー FPS ディメンティアム・ザ・ウォードの PC 版が発表され、 Steam ストアページが公開されました。海外では何度もリマスターされている根強い人気の作品で、廃墟となった病院での恐怖体験がより鮮明なグラフィックとスムーズな操作性で手軽に楽しめるようになるそうです。 DS でフル 3D グラフィックのホラー FPS というのは当時としてはかなり衝撃的だったですね。サイレントヒルやアムネシアファンにもおすすめとのことなので、ホラーゲーム好きは要チェックですよ。ただし PC 版では日本語サポートはアナウンスされていないので、その点はご注意ください。続いてはちょっと刺激的なビジュアルノーベルのニュースです。クロノスゲームズが方向性が全く異なる3人の地雷モンナヒロインとの物語を描くビジュアルノーベル中国式地雷モンナのデモ版を10月下旬に Steam で公開すると発表しました。地雷モンナ、これはまた個性的なタイトルが来ましたね。残業付けの主人公が生活は地雷ファッションの優秀な同僚ユーナ、隠れヤンデレのシューハ、承認欲求の強い新人アイドルアイカという3人と出会うとのこと。波乱万丈な日々が目に浮かびますね。デモ版は Steam Next Fest での公開が延期になったそうですが、10月下旬には公開される予定だそうですよ。オクトパストラベラーシリーズの最新作オクトパストラベラーゼロについての開発者インタビューが公開されています。プロデューサーの鈴木雄仁氏とディレクターの木寺康弘氏が
大陸の覇者をベースにしつつも約半分を再構築して追加要素もりもりの完全新作として開発したと語っています。スマホ版の大陸の覇者を遊んだ人でも新鮮な気持ちでプレイできるように、メインシナリオの約3割から4割が人気だったり、サイドクエストやパーティーチャット、キャラクターボイスが完全に新規書き下ろしだったりするそうです。クリアするまでにかかる時間も100時間ほどとのことで、やりごたえも抜群ですね。オクトパストラベラーゼロは12月4日に予定され、Steam 版は12月5日に発売されるとのことです。タイトルのゼロは前日多のあることや主人公のキャラクタークリエイト、タウンビルドなどゼロから作るがテーマになっていることに由来するそうですよ。ポケモンレジェンズ ZA のランクバトル開幕のニュースです。10月16日の発売同日からランクバトルシーズン1が開幕するとのこと。報酬にはなんと月光がナイトが用意されているそうですよ。リアルタイムアクションとなった本作のランクバトルは新要素 ZA バトルクラブで行われるそうです。他のプレイヤーと最大4人で競い合い、制限時間3分で多くの相手ポケモンを倒したトレーナーが勝者となるんですって。月光がナイトでメガ月光ガにメガ進化できるなんて、これはトレーナーの皆さん頑張りがいがありますね。勝利の女神ニケ家の最新情報です。新 SSR ニケデルタ忍者シーフを登場する最新バージョン GO 忍者シーフが10月16日に実装されると発表されました。デルタが正義の怪盗団の見習いとなって一人前の怪盗を目指す新ストーリーイベントも開催されるとのこと。募集期間は10月16日メンテナンス終了から10月29日23時59分までですよ。さらに SSR2 家のラピーの限定コスチュームラピーレッドフットチェリッシュドレッドやミランダの限定コスチュームシーフ・オブ・ジャスティスの再販もあるとのこと。そして日家は10月25日と26日に東京池袋で開催されるハロウィンイベント池ハロ2025にも出展するそうですよ。3周年の特別フォトスポットや豪華グッズ、 SNS 連動型キャンペーンなど盛りだくさんの内容でファンをお迎えするそうです。池袋が日家カラーに染まる2日間楽しみですね。サイコホラーゲームの続報です。疫病に立ち向かうサイコホラーパソロジック3が現地2026年1月9日発売決定。冒頭を体験できるデモ版も配信が開始されたそうです。物語主導のサイコホラーで医師として謎の疫病に限られた時間で立ち向かうとのこと。時に嘘をつく患者を調べたり、暴動の鎮圧や外出禁止の発令までしなければいけないなんて、かなりハードな内容ですね。時間を戻すことで状況を乗り切ることもできるそうですが、それによって精神が不安定になることもあるというから覚悟してプレイしないといけないですね。スローライフシミュレーションゲームのニュースもありますよ。砂島物語の PC 向けフリーデモ版が10月21日までのスチューネクストフェスで公開されています。都会の喧騒を離れて浸水に輝く砂島と称される砂島で田舎生活を楽しむゲームですね。島民との交流や動物との触れ合い、農業やフィッシュグなどゆったりとした時間を楽しめるそうです。デモ版では島での5日間を約2時間半で体験できるとのことなので、癒しを求める方はぜひ。ダークファンタジーアクションゲームのニュースです。魂の救済のために戦う煉獄のメイドが主人公のダークファンタジーメイド・オブ・サルベーションのデモ版が Steam Next Fest で公開されました。煉獄のメイド静香が主人公で、探索で手に入れた武器やスキルを組み合わせてスピーディーな戦闘が楽しめるそうです。20体ものボスや緻密に設計されたスキルボードシステムでキャラクターを自由に育成できるなど、やりごたえも満点ですね。正式リリースは2025年10月23日予定とのことです。そして日本アニメ風の 3D アクションゲーム穂村姫のニュースです。立体弾幕を避けてコンボを決めていく爽快感と緊迫感のあるバトルが楽しめる作品で、ボスバトルがプレイできる体験版が Steam Next Fest で配信されています。台湾のインディーゲームスタジオクリムゾンダスクが日本アニメ表現を目指して開発した作品だそうです。体験版では基本的なゲームシステムがわかるステージやボスバトルが楽しめるほか、オンラインランキング対応のボスチャレンジも一掃されているとのこと。声優さんも豪華なのでアニメ好きにもたまらない一本ですね。さて今日のニュースは盛りだくさんでしたね、レンさん。琴音さん、どれも気になるタイトルばかりで早く遊びたくなりますね。本当ですね。それでは皆さん、今日のゲームニュース東京ブレイキングニュースはここまで。この番組が皆さんのゲームライフの参考になったら嬉しいです。今後も最新のゲーム情報をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録とフォローをお願いします。また次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。